皆さんこんにちは。 GSR の飯田美穂です。本日は私が20代で投資を始めた理由についてご説明させていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。そもそも投資に興味を持ったきっかけなんですけれども、やはりこの GSR っていう会社に入ったことがすごく大きかったです。そもそも GSR に入ったのは、私がもともと不動産って面白いなって思ってたんですよ。そして昔子供の頃からいつか海外で住んでみたい、海外で働いてみたいって思っていたので、そんなきっかけでこの GSR に入りました。そしてこの実際 GSR に入りまして、日々の業務の中から不動産投資について学んでいくうちに、もっと面白いなって、理解が深まったらもっと面白いなっていうことに気がつきまして、投資に興味を持ちました。ただでもやっぱり投資って結構もう資産を持ってらっしゃる年上の方がやるものっていうイメージが強かったんですけれども、実際この GSR で働いている中で、まとまった資産がなくてもフィリピンの不動産だったら分割支払いができるっていうことも分かりまして、あと私結構衝撃的だったのが、実際フィリピン現地でディベロッパーの営業担当の人から聞いたんですけれども、フィリピンで不動産を買ってる方って20代とか30くらいの方がかなりの割合を占めてたんですよ。私それにすごくびっくりして、フィリピン人そんな若い人買えるのとかちょっと思っちゃったんですけど、やっぱり皆さん自分の将来のことを真剣に考えていて、なかなか例えばフィリピンだったら年金にね、その頼れるような国でもないので、やっぱり若いうちから自分の将来のためにっていうことで頑張って貯金して不動産を買ってるって方がすごく多かったですね。あと中国人の方でも若い方がかなり不動産購入して投資を積極的にしていて、すごくいい刺激を受けました。そしてあとやっぱりフィリピンで毎月ディベロッパーから価格表っていうのをもらうんですけれども、その不動産の売買の金額が毎月どん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 上がってってるんですよ。半年前と比べたらこんなに上がったのっていうようなのを見て、あれこれ早く買わなきゃ損じゃんとかね、正直思いました。そして私正直貯金がすごく苦手で、やっぱり旅行も行きたいし美味しいものも食べたいし、でもやっぱりある程度資産をね、将来のこと考えないと不安だなって思った時に、いやまだ私21だからとか言ってる場合じゃないなって思いまして、せっかく、ね、投資に関するね、この会社で投資に対するいい情報が得られて、で勉強もできて、投資のチャンスもある。そして実際、ね、まとまったお金もいらないから投資あれ自分でできるじゃんって気づいた時に、じゃあこれやってみようって思ってやりました。投資をしてから視点が変わったことなんですけれども、まず一つ目はやっぱり投資不動産、特に不動産投資っていうのはある程度の資産家の年齢の人がするものって思ってたんですよ。例えば不動産を買うほどのまとまったお金も私まだ持ってなかったですし、あと住宅ローン引くって言ってもやっぱ属性がとか年収いくら以上ないととか、そういうのを考えた時に、いやまあ20代ではねって思ってたんですけど、やっぱそのフィリピンの不動産を学んでいくうちに、いや全然20代でもまとまったお金がなくても不動産を購入できる方法があるんだっていうことを気づいて、それがかなり不動産投資は年上の人だけのものじゃなくて、私たち20代でもできるものなんだっていう風に視点が変わりました。そして正直投資って以前はできるだけ安く買って高く売るっていう、なんていうんですか、マネーゲームじゃないですけど、やっぱお金をね得るための、そういうものっていうちょっとイメージもあったんですけど、実際不動産投資を勉強していくうちに、やってみるうちに、不動産投資ってビジネスだなってすごく感じたんですよ。実際仕入れ値じゃないですけど、実際不動産を買う時の金額があって、で買った後には固定経費が、例えばいろんな手数料だったり固定資産税だったり管理費だったりっていろんな経費があって、そして収益をより多く取るためには賃貸収入なんですけれども、より賃貸収入を取るために、じゃあね、どんな内装をしたらいいのかなっていうのをすごく考えたり、でその収益性、やっぱり投資する物件を決めるときって、どの物件が一番、ね、ビジネスとして収益性が高いかっていうことを考えたりするので、やっぱりすごくビジネスの縮図じゃないですけど、そういった基本的なことが学べるのがすごく面白いなって思いました。
あとは不動産投資を通じてその町やそこに住む人の姿が見えてくるのもすごく面白いなって私感じておりまして、例えば不動産投資をする時に大事なのがそこにどんなライフスタイルのどんな人たちが住んでいるのかってことなんですよ。例えばこれを考えるとファミリー向けなのかそれとも単身者が多いのかっていうことで、例えば単身者が多いエリアだったら100平米とかの物件買ってもなかなかだったり、逆にファミリー層が多いところだったら30平米の物件買ってもなかなかっていうことだったり、その需要をしっかり見極めてどうしたらきちんとテナントさんに入ってもらえるかっていうのを考えたり、あとインテリア内装もそうですね。そこでどんな人たちがどんな暮らし方をするのかなとか、あとそこに住んでる人たちが具体的にどれくらい給料をもらっていて家賃にどれくらいお金を払えるのかなって、そうするとこれを逆算するとじゃあこれくらいの家賃帯の物件を買った方がいいんだなとか、このエリアにそんなにお金持ってる人いないからあんまり広くて家賃が高くなってしまうお部屋を買ってもちょっとニーズに合わないんだなとかっていうのが見えてきて、これも面白いと思います。そして不動産投資って今のことだけじゃなくって将来のことをすごく考えないといけないんですよ。で例えば、10年後20年後って言った時にまず物件そのものの耐久性が大丈夫なのか、この物件10年後20年後でもしっかりと価値のある物件として生き残れそうなのかっていうことと、あとやっぱり立地だったりインフラですね。この街自体がこれから10年20年後発展していくのか、インフラはどうなるのか、街としてどうなるのか、で10年後20年後は住んでいる人たちどう変わるのか、その人たちの給料は上がっているのか、そしてシンプルに言うと10年後20年後もこの物件を欲しいと思う人がいるのかっていうことについても考えていかないといけないので、これが私はすごく面白いと思いました。同年代の友人と投資の話はフィリピンではしましたね。同じね20代ぐらいの子たちがかなり積極的に投資をしてましたので、そういう人たちと最近物件どうとかもう引き渡しになったとかっていう話はしておりました。ただ日本ではちょっとあんまりお金の話をちょっと避けるような雰囲気をちょっと感じているので、今まであんまり積極的にしてこなかったんですけど、ただ私自身が実際に不動産投資をして物件引き渡しになって賃貸収入も得られて、で物件の価格自体ももう2倍弱ぐらいに上がって、なんていうんですか、自分自身がしっかり成功体験をすることができたので、より今までより自信を持ってっていうんですかね、本当に本心から友人のためを思って投資をちょっと考えている友達とかいたら、いや私フィリピン投資をフィリピンの不動産投資をしたんだけれどこうこうこうだったよって言った話をちょっと言ったりするようになりました。であと投資だったら私のメインの一番詳しいのはフィリピン不動産なんですけれども、その他のいろんな株だったりいろんな投資がありますので、そういったところにも興味が出てきたので、そういった他の分野の投資について詳しい友人がいたらいろいろ話を聞いてみたりっていうのもするようになりました。はい、今後のポートフォリオですね。まず積極的に再投資をしていきたいです。私今不動産の賃貸収入を得ているんですけれども、このお金はどんどんフィリピンの株投資に今回していっております。こういったことは今後も続けていきたいなって思うのと、やっぱりこの不動産投資を通じて学べたこのビジネスっていうことに対する理解が深まったので、いつか30ぐらいまでには自分自身のビジネスっていうものにも挑戦してみたいと思っております。貯金と投資の違いですね。貯金って正直楽なんですよ。あんまり考えないでただ節約してちょっと残ったお金を銀行だったりに預けておくっていう感じで、正直金利とかもね特に日本はあんまりないので特にお金が増えるわけでもなく、なんていうんですか、私の感覚としてはちょっとお金を眠らせておくようなイメージがあります。ただもちろん何かあった時の万が一のためにある程度の現金を用意しておくってことは大事だと思うので、最低限の貯金はしております。でただ最近電子通貨だったり仮想通貨とか、いろんな通貨が出てくる中で将来的にこの現金の価値っていうのが下がるんじゃないかとかっていうような話も聞くようになったので、現金だけで資産を持っているっていうそれ自体がリスクになってくるんじゃないかなと思います。それに対して投資は価値のある資産を築いていくものだと思ってます。投資自体も一つのビジネスだと思っているので、お金が増えたり減ったりっていうその背景にはそれをより、ね、高く欲しいって思う人がいたり、不動産だったらその賃貸収益を得るために顧客のニーズだったり経費だったりっていうのはその収益性を計算したりっていうものがありますので、すごく
面白いと思います。そしてやっぱり投資で成功するためにはいい情報をしっかりと得て自分で勉強してその情報を分析していくっていうことが大事になるので、これが自分にとってすごくいい勉強になると思います。私のイメージとしては自分が節約だとか他の投資で得たお金をどんどん回して循環させていくようなイメージがあります。そうですね。若い人から投資の相談を受けたとしたら、投資って別に必ずしも20代で始めなければいけないっていうものでは全然ないです。ただし、この投資を通じて学べることっていうのは、そこでお金がただ増えた減ったで終わるものではなくって、その後も使える応用力っていうんですか、そういったものがビジネスの基礎みたいなものが学べると私は思っておりますので、ぜひ自分の興味のある分野でやってみるのが一番かなって思います。やっぱり投資っていろんな種類あるんですけれども、やっぱり自分が面白いとか興味を持ったりとか魅力を感じない投資をただお金だけ入れてしてもなかなか自分にとってあまり身につかないと思うので、やっぱり自分が面白いって思えるものの投資を通じてビジネスや、投資について学んでいくことが将来の自分の選択肢を広げることにつながるんじゃないかなと思います。でただ投資って最終的には自己責任です。誰かが何か、ロスを出しても責任を取ってくれるわけではないので、どんな安全と思える投資でも100% のものってないので、もし万が一何かがあったとしても大丈夫、自分で責任が取れるっていうそういった範囲で投資をしていただければと思います。実は私自身もフィリピン不動産を買うときにもちろん絶対成功できるって思っていたから買ったんですけれども、それでも、言い出してしまえば隕石が落ちてくるかもしれないとか、ね、本当にリスクがゼロではないので、私の場合はもし万が一この投資が失敗してしまったとしても、高い勉強代としていい経験ができたなっていうふうに納得して受け入れようっていう覚悟をしてから購入しました。さっき経験値みたいな話をしたんですけれども、その投資からどれだけ自分がもうお金、そしてお金以上のものもそれ以外のビジネスに対する理解だとかそういった応用力を身につけられるかっていうのは、自分がどれだけ真剣にその投資と向き合えるかっていうことだと思うので、やっぱり自分の興味がある分野で、そしてやるならやるからには本気で真剣に取り組むのがいいと思います。とは言ってもやっぱなかなか周りに投資をしている人がいない中で、一人でゼロからっていうとハードルが高いと思うんですよ。でその時に私もそうだったんですけど、すごく助けられたのが投資の会社にいることですね。本当に一流の投資家さんたちからいろんなお話を聞かせていただいて勉強させていただいて、で会社でも、常に投資の話が行き交っていて、でやっぱり美味しいのが情報を一番の風上で仕入れられるんですよ。なので自分自身で誰かがこれいいよ悪いよって言ったんじゃなくて、自分自身で見極める能力がついてきたなって思うので、それがすごく大きかったですね。であとやっぱり周りに投資をしている仲間がたくさんいるので、そういった意味ですごく背中を押してもらえたなと思います。なのでやっぱり投資に興味がある、やってみたいと思っている方はぜひ投資に直接関係のある会社に入社するのが一番の近道じゃないかなと思います。30代までにどんな投資家になっていたいかなんですけれども、独りよがりの自分だけ良ければいいっていう投資家にはなりたくないなっていう気持ちが結構ありまして、やっぱりその投資を通じて何か社会に貢献したり、そういった思いを持って投資をしていきたいと思います。そして投資を通じて学んだことをどんどん応用させて他のビジネスだったり他の投資に転換をさせていけるような風になりたいと思っております。でやっぱり30までに自分自身のビジネスっていうものにもチャレンジをしていきたいなと思っております。はい、それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければこちらの YouTube チャンネル登録お願いいたします。